はいどうも YouTube 映画塾講師のうちです。このチャンネルでは15年以上映像業界で仕事をしてきた現場の人間が映像業界を目指す人に向けて役立つ情報や役に立つかわからない情報などを発信していく番組です。現場に出ている時は不定期の更新になってしまうと思うのでチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今回は、業界人は6月が嫌いというテーマでやっていきたいと思います。はい、なんで業界人が6月が嫌いなのかって言いますとですね、その理由は梅雨いやーもうほんとね、嫌な季節になりましたね、本当にいやほんとね、撮影で一番嫌いなのはこのね、雨なんですよ。でこの雨が多い6月梅雨時期っていうのはほんとね、どこの組もね、大変なんですよ。頭を悩ませるというかで、そんなにその雨が嫌なのっていういや嫌なんですよ。まあ皆さんも嫌だと思うんですけど、特に撮影でね、その雨が嫌だっていうのは、まあ、梅雨時期で撮影が大変な理由っていうのがまあいくつかあるんですけど、やっぱね一番はねこれなんですよ。完全なるね不確定要素。そうまあ、役者の手っ張りとか、ね、撮影の段取りとか仕掛けとか、こっちでコントロールできるじゃないですか。なんとなくわかるし、段取りもなんとなく状況はわかるんですけど、そうやったら大変だなとか。でもね、もう天候に関しては本当に完全なる不確定要素なので、もちろんね予報とか見ますよ。予報とか見て決めるんですけど、とはいえ振られる時とかもあるわけなんですよ。特にこういう梅雨時期なんて、もう天気予報で 60%、50% とかで出されてる時はどっちやねんみたいなどっちやねんみたいな降るの降らないのどっちみたいなのが1週間ずっと続けてみたいな時、いやいつ撮影すんのこれみたいな時もありますんで、だからね本当にねこればっかりはね、スケジュールが立てにくいんですよね。そうスケジュールがねフィックスしないんですよ。だからみんな大変なんです。いやフィックスさせたいんですよ。スケジューラーとしてはフィックスさせたいんですけど、やっぱね一度ねゴーしちゃうと、まあ、それに向かってみんな走り出しちゃうわけで、まあ、俳優部もスケジュールがあるし、飾りとか美術部さんとかも飾りがあるし、まあね機材とかもそれに向けてやるわけなんで、それをねやっぱ雨になっちゃうかもしれないっていう状況で5を出すのか出さないのかっていうのはやっぱギリギリになってきちゃうんですよね、決定が。なのでスケジュールがフィックスしないし、そのスケジュールがフィックスしないっていうことに伴って周りも動けないからどうするみたいなことになっちゃうんで、なかなかね、踏み切れないんですよ。でスケジュールフィックスしないと他も動けないから、まあ大変っていうのもあるし、さらには撮影して雨が降ったとかになると、それこそ機材が濡れるんで、機材っていうのは高価なものばっかりなんで、それをね機材が濡れたりすると大変じゃないですか。だから撮影部さんとかすごい気にするし、でそれによってですね雨予防っていうのも必要になってくるんですよ。だから例えばパラソルだとかイージーアップテントとかですね、あとは、養生ビニールだったりブルーシートだったりとか、そういったものを用意しなきゃいけないし、現場着いたら立てなきゃいけないし、テントとかも。そうするとやっぱりね、大変なんですよ。持ってくものが増えるんで。持ってくものが増えるんで大変ですし、役者のケアとしてずっとねテスト中とかパラソル差していかなきゃいけなかったりとかして、どうにもね次の撮影効率が落ちてしまうんですよね、やっぱり雨になっちゃうと。だから雨をカバーしながら撮影の準備をしなきゃいけなかったり、雨が強まってきたら撮影を中断しなきゃいけなかったり、あとは衣装がね雨に濡れてその水跡とかが衣装につく場合もあるじゃないですか。そうすると色が変わっちゃうとかっていうこともあるので、俳優部さんの
近くで常に傘を持って段取りしたりとか、それこそね、機材とか備品とか全部を雨予防しなきゃいけないので、それなりに撮影効率が落ちるんですよ。で、カメラが振ってちょっとテントが抜けるとかになったらテントを動かさなきゃいけないとかになったりとかもするんで、まあ撮影効率が落ちますね。で、これ最悪その撮影中止ももちろんあるわけですよ。もう強まって止む気配ないと。一時期のにわか雨じゃなくてもう本降りに変わっちゃったとかでどんどん雨雲が湧き出してる状態とかになると、もうじゃあもう撮影中断するしかないねとかって言って別日にするかっていうこともあり得るので、だからね、そうするとやっぱりね、稼働してるけども中止とかっていうとかなり損害大きいわけですよ。なので梅雨時期の撮影っていうのはその決定するのも遅れるし、スケジュールがフィックスするのも遅れるし、撮影中も中断する可能性あるし、中止になる可能性もあるしっていう風にいろいろと、とにかく大変なんですよね。で、なので僕らスケジューラーとしては雨から逃げる方法っていうのをいくつか作っておかなきゃいけないんですよ。無防備でね、梅雨時期に突っ込むのはかなり危険なので、まず第一に使うのが、天気予備を作る。これは基本ですね。だいたい両天って言って、その2つの日を作って、こっちが雨だった場合はテレコスケジュールを交代にして次の日にやります。で、その次の日はセットだからそれをセット前倒しにしますとかっていう感じですね。天気予備を作るって、これはもう基本中の基本です。ただね、この間もうね、天気予備作ったらその両日雨っていう予報出たんだけど最悪でしたけどね。もうどうすんのこれみたいないやーほんとだから、天気予備を作ったとしても逃げきれない時はあるんですよね。で、天気予備作ってただその日豪は出したんだけれども夕方から降りそうだっていう時は、例えば、番手を変えるですね。だから午前中にじゃあ外の部分になって夕方からロケにセットに入ろうとか、逆にちょっとデイを削っちゃうけどセット先にやって午後からやみ出すから午後からロケに出ようとかっていう番手変更もありえます。はい。で、あとはですね、屋根のあるロケ地を探すって言って、例えばロケなんだけど日差しがあるところとか、あとは橋のたもとだったりとか、そういった場所を例えば探したりとか、設定はロケだからロケは動かせないんだけど、ちょっと上に屋根がある場所をロケハンの時に探しておくと、それはもちろんプラン B ですよ。プラン B なんですけど、だから最初はロケでやってたんだけど、もし雨降ってきてもここに逃げれるねみたいなところを探しておくっていうのもやりますね。で、最悪設定を変えるこれもありますよ。もうちょっとこの梅雨時期にオールロケはきつくないみたいな話になって、ちょっとセット混ぜてくれみたいなことを言われる時もあります。そういった場合はだからもうシーンの柱を変えちゃうってことですね。ロケじゃなくてもう部屋中とかトンネルとか高架下とか雨の逃げれるところをもう設定しちゃうっていうのはあります。あといろいろあるんですけど、他にはね傘を持たせるなんてものはあります。結局ね雨が降ってても雨って映んないんですよ結局だからね、傘差してても雨降ってないのに傘差してるみたいな絵になっちゃうんですよね。だからあんまり傘持たせるっていうのは変なんですけど、例えば地面が濡れてたりとかするんですよ、やっぱり。でそれはね結構絵に映ったりするんで、だから傘持たせるとかやったりしますけど、最近はあんましないかな。やっぱりね、最初に傘持たせて降っ
ザーザー降りになっちゃったから傘持たせて撮ったはいいけど、撮ってるうちにやみ出したってこともあるんでそれはね、逆に繋ぎにくいなみたいなあれさっきザーザーだったのに今ピーカンみたいなそういう危険性もあるので、あんまりその傘持たせるっていうのはあんまりしないっちゃしないですけどね。でもまあたまにもう傘持たせといてって言われるときはあります。はい。で、こうやってね、雨が撮影の時に雨が降るのっていうのが本当に大変なので、業界人の人っていうのはね、とにかくね、雨に敏感になってるんですよこれびっくりするんですけど、本当にね、業界の人たち、特に現場の人ってね、本当に雨に敏感なんですよ。何が敏感かっていうとですね、天気予報士並みに雨雲の動きに敏感なんですよすごい空を見て、来てるよ来てるよっつって、灰色の雲怪しいねみたいなのとか、そろそろテント用意しとくかとか、パラソル近く置いといてって、ね、肌感でわかるんですよね。僕もそうなんですけど、雨が近づくと匂いでわかるんですよこれでもね、まあ、他にもわかる、業界じゃない人もそうかもしれないですけど、なんかね、でもやっぱね、神経を天候に向けてるとやっぱ感じるんですかね。だいたい雨が近づいてくると匂いがね、ちょっと湿ってくるんですよ。で、怪しいっすねってみたい言い出すの。これ怪しいね、来そうだねみたいなっていうのがすごい。で、それでいざポツポツって来た時の雨の降り出した時の対応スピードが尋常じゃないですよ。もう雨来たぞーってみんな言って、で傘とかビニール養生とかブルーシートとかバーッと機材にね巻いて、ですぐに雨宿りできる状態にするんですよ。テントもバーって開いて、もうねポツポツじゃないですよ。この雨の匂いがしだしたぐらいからもう開き出したりとかしますからねすごいです。もう本当にね、本当天気予報士並みに敏感です、雨には。業界の人だからね、雨雲レーダー本当必須アイテム、もうねみんな持ってますよで、近づいてきたりとかするとみんな雨雲確認するし、雨宿り、雨降ってきて雨宿りしてたらどんくらいで抜けるかっていうのを計算して、じゃあこことここの雨雲の間のこの隙間を狙うかみたいな感じでじゃあその隙間で1カット2カットいけるかみたいなマジっすよこれで狙って取ったら、じゃあ早く撤収するよ、もうすぐ来るよみたいなそういうのがあるんで、もうほんとほぼ得意体質ですよ本当にすごいですね。そこら辺はね、まあほんと尊敬しちゃうから、業界人の人はみんな敏感なんですよね、雨で。まあやっぱね、雨との付き合いが長いので、それなりにね、雨よけできる有名なロケ地っていうのもあるんですよまあね、これはね、やっぱちょっと公表はできないね、もちろん。なので都内某所とだけお伝えしておくんですけど、高架下なんですよ。で雨が避けれて、で人通りも少ないから結構ね低予算かな。やっぱねゲリラになっちゃうんで、低予算の映画とかで V シネかなとかで雨降り出してやべえどうするっていう時に、じゃああそこ行くかみたいな大丈夫あそこなら大丈夫っつって行って撮ったりしましたね。まあ雰囲気があるんで、まあちょっとロケ地替えとか、まあ、設定変わってもまあ耐える場所ですし、で高架下なんでまあ雨も避けれるみたいな、まあほんとよく行きましたね、そこは。はい。まあね、これは多分各地にあると思うんですけどね、雨避けって有名なロケ地って。で結論なんですけど、まあとにかくね、予備と候補地、例えばだから予備日、俳優部の予備日とか候補地
雨よけの候補とか、日差しのある場所とか高架下とか、とにかくね、手段はたくさん持っておくっていうのが大事だなと思います。だから予備もできれば2つ、予備日とか2つとかは用意しといて、でこっちがダメだったらこっちとかっていうとテンパらなくて済むかなと。やっぱね、その予備とか候補地なしで、突っ込んじゃうとね、本当にね、振り出した時に真っ白になっちゃうんで、頭が。なので、じゃあこうしようっていうのを常に頭に入れておけば、その対応できると。で、直近3日間で、1時間天気予報っていうのが出るんですよ、最近は。天気 .jp とかがよくそれを出してるんですけど、そういうのを見てから判断するぐらいの様子見、要は直近3日間の1時間予報が出てくるぐらいまでは様子見して、その週間天気予報でね、あんまり神経をすり減らさないことが大事かなと思います。というのもですね、週間天気予報っていうのは晴れのち曇りとか、曇り時々雨とかしか出ないじゃないですか。明日明後日の天気だとだいたい午前午後とかっていうのは出てくるんですけど、週間天気予報って長いんで、この時期って本当にいくらでも変わるんですよ。なので、週間天気予報のケツの部分、7日目ぐらいの天気で雨になってもあんまりそこは神経すり減らさないで、っていうぐらいにしといてもらって、でも候補はちょっとその時期ぐらいから確認しておくと。で、じゃあこの日とこの日を予備日だからどっちを使うかなっていうのを想定しといて、で直近の3日間の1時間予報が出た時に、じゃあ具体的にどうしようかっていうのを見ていけば、だいたいスケジュールは作れるんじゃないかなと思います。なのでね、あんまりその10日間天気とか、もうほんとね、1週間とか10日間天気とか長期予報とか、もう本当に当てになんないですからね。あんまりそこでイライラしてもしょうがないです。で、諦めも肝心っていうのは、それでもね、逃げ切れないっていうことはあるんですよ、やっぱり。なので、しょうがない時はしょうがないと諦めるっていうのも大事です。そういう時はやっぱね、プロデューサーにも相談しておいて、もうこれどうしようもないんです、逃げ切れないんですけどどうしますかっていうのはね、相談しておくと。でプロデューサーも分かってるんで、もう天気ってどうしようもないっていうのは分かってるんで、じゃあ予備日使うみたいなことは出てきますね。ただこのプロデューサーに相談っていうのも、例えば1週間天気予報でもうなんとなく出てくるわけじゃないですか。10日間とか1週間天気予報とか、その時にもうあらかじめ相談しておくと、もう当日雨でどうしますって言っても急にそんなこと言われてもみたいなことになっちゃうんで、プロデューサーの方もだから前々から振っていくっていうのが大事ですね。で、僕がよくやってるのは気象庁 A 判定 B 判定 C 判定っていうのがあるんですよ。よく1週間天気でA 判定とか B 判定 C 判定の A 判定っていうのはかなり信頼性高いんで、あれは結構信じてますね。で、あとは週間ウェザーニュースとか天気 .jp とかで直近3日間の1時間予報が出てきて、フィックスしていくっていう感じなんですけど、業界人、特にチーフ助監督の人たちはよく言ってるのは、いくつか天気予報あるじゃないですか。アプリとかウェザーニュースとか天気 .jp とか気象庁とかで、一番いいやつを信じるってそう自分が一番信じたいやつを信じるっていうことを言ってますね。なるほどなと思いますけど、僕もそうですけどね、自分の信じたい天気予報を信じようと比べてどれも違ったらはい
なんで、天気なんで、諦めも肝心と。みんな分かってくれるんで、そこは。なので、その前に予防線を先にいっぱい張っとこうっていうことですね。はい。はい。ということで、業界人は6月が嫌いということで雨から逃げる方法をお伝えしてきました。この時期はね、ジメジメして普通の一般の方もね、嫌な季節ではあると思うんですけどね。映像業界も嫌いですよ。梅雨時期は。だってね、映んないですからね。雨がね、映んだったら映るでもうしょうがないって思うんですけど、映んないで雨降ってるっていうのが一番厄介ですからね。セブンとかで1週間ずっと雨みたいな映像あるじゃないですか。もうあんな、だって基本は降らせてるわけですから。雨は降らせるもんなんで、映画は。天然の雨使わないですからね、基本的に。そんな不安定なもの。だからね、雨からは極力逃げたい。基本的には晴れの時に撮影したいっていうのを現場の人間としては思いますね。夏になってくると、7月8月になってくると暑いっていうのもあるんですけどね、今度はね、熱中症とか出てくるんで、それも気をつけてはいきたいなとは思います。はい。ということで、今回は業界人は6月が嫌い、雨から逃げる方法をお伝えしてきました。このチャンネルではですね、このように映像業界の情報をお伝えしていってるので、気に入っていただければチャンネル登録よろしくお願いします。また面白かったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた。